日本で愛されているうどんは、とても古い時代から食べられている料理です。小麦粉と水と塩で作られ、柔らかくて温かい味わいが特徴です。地域によって形や味が少しずつ変わるのも魅力の一つです。うどんの材料はとてもシンプルで、小麦粉、水、塩だけです。でも作り方によって食感が変わり、もちもちした麺やしっかりした麺など、いろいろなスタイルが楽しめます。料理の工夫が味に大きな影響を与えます。うどん作りで大切なのは、生地をよくこねることです。丁寧にこねることで強いコシが生まれ、食べた時に心地よい弾力を感じられます。昔は足で踏んでこねる方法もよく使われていました。こねた生地は少し休ませてから平らに伸ばして包丁で切ります。切り方によって太さが決まり、太いうどんは食べ応えがあり、細いうどんは軽い食感になります。料理人の腕で味わいが変化します。うどんの味を決めるのはやっぱりだしです。鰹節や昆布を使って作るだしは香りが良く、心を落ち着かせる深い味を生み出します。だしの質がうどん全体を引き立てる大事なポイントです。一番シンプルなかけうどんは、だしの味をしっかり楽しめる基本の料理です。熱いだしに柔らかい麺が入り、体が温まる優しい味わいです。冬の日には特に人気があります。甘く煮た油揚げを乗せたきつねうどんは、甘さと塩気のバランスが良く、日本でとても親しまれています。ふんわりした油揚げが出汁を吸って、美味しさがさらに広がります。たぬきうどんは、サクサクの天かすを乗せたシンプルな一杯です。天かすが出汁を吸うと、少しずつ食感が変わり、最後まで飽きずに楽しめます。軽い味なのに満足感があります。エビや野菜の天ぷらを乗せた天ぷらうどんは豪華でボリュームがあります。サクサクした天ぷらと温かい出汁の組み合わせがとても人気で特別感のある一杯です。カレーうどんはスパイスの香りと出汁の旨味が合わさった日本ならではの味です。とろみのあるスープが麺に絡み、食べ応えが強く、寒い季節にぴったりの料理です。温かいだしに生卵を乗せた月見うどんは、優しい味が特徴です。卵が混ざるとスープがまろやかになり、どこかほっとする深い味わいになります。朝に食べる人も多いです。関西のうどんは色の薄い出汁が特徴で、昆布の味が強く感じられます。関東の出汁は色が濃く、カツオの香りが深いです。地域によって味が大きく変わるのが面白いところです。香川県はうどんの聖地として有名です。讃岐うどんは強いコシとツルツルした食感が特徴で、全国からファンが集まります。セルフ式の店が多く、自分でトッピングを選ぶ楽しさもあります。うどんは日本各地に個性的なスタイルがあり、
地域の歴史や味覚が反映されています。旅行中に食べ比べる人も多く、地元の味を知る良いきっかけになります。どこでも違う発見があります。家庭で作るうどんはシンプルで温かい料理です。簡単にできるので、忙しい日でもすぐに作れます。具材を変えるだけで、いろいろな味を楽しめるのも魅力です。暑い季節には冷たいざるうどんが人気です。冷たい麺をつゆにつけて食べると、さっぱりした味わいが口に広がり、夏の疲れをすっきりと癒してくれます。鍋焼きうどんは、土鍋で熱々のまま出される冬限定の人気料理です。具材がたくさん入り、体の芯から温まります。寒い日に食べると特に美味しく感じられます。うどんにはネギ、生姜、天かす、わかめなど様々なトッピングがあります。自分好みの組み合わせを見つけると、同じ料理でも違った味が楽しめます。うどんは味が優しく、食べやすいので海外でも人気が広がっています。スープが軽く、麺が柔らかいことから、多くの人が日本のうどんを好んで食べるようになっています。うどんはシンプルなのに奥深く、日本の文化を感じられる料理です。季節や地域で味が変わるので、何度食べても新しい発見があります。日本の食文化を知るには欠かせない一品です。